こんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。タケレです。みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は世界中で愛されているブランドユニクロについて一緒に深く見ていきたいなと思ってます。いいですね。多分皆さんのクローゼットにもユニクロの服一つはあるんじゃないかなと思いますけど。ありますね、きっと。今日はそのユニクロがどうやってこんなに世界的なブランドになったのか、創業者である柳井さんの考え方とか、挑戦の物語ですよね。そこを探っていきましょう。はい。柳井さん、1949年、山口県のお生まれで、お父様が洋服店をやってらっしゃったんですよね。そうなんです。で、大学を出られた後、お父さんのお店で働き始めたんですけど、なんか最初はあんまり仕事への情熱っていうのが、見出せなかった時期もあったみたいで。へえ、そうなんですか？でもそこから自分で何かを成し遂げたいっていう、そういう強い気持ちが生まれてきたんですね。それで1984年でしたっけ、広島にユニーククロージングウェアハウスっていうお店を開かれた。そうなんです。これが、今のユニクロの始まり原点ですね。柳井さんの経営の考え方ってやっぱり失敗から学ぶっていうのが根っこにある感じですかね。まさに、すごく有名な言葉で、一勝九敗っていうのがありますよね。聞きますね。9回失敗しても、最後に1回勝てばいいみたいな。そういうことですね。常に挑戦し続けると。現状に満足したらもうそこで終わりだともおっしゃってますし、その考え方がユニクロをずっと支えてきたのかなって思います。なるほど。ユニクロの服作りの基本ってやっぱり安くて品質が良い、そして誰でも毎日着られる服っていう。シンプルですけど強いコンセプトですよね。で、これを実現するために導入したのがSPA っていうビジネスモデル。SPA ですか？それってどういう仕組みなんですか？商品の企画、デザインして、作って、そしてお店で売るまで、これを全部自社で一貫してやるっていうやり方なんですよ。へえ、全部自分たちで。そうなんです。これによって、コストを抑えられるし、あと市場の変化とか、お客さんが今何を欲しがってるかっていうのに、すごく早く対応できるようになったんですね。これが大きな強みになった。なるほど。だからフリースの大ヒットとかありましたけど、ああいう時もすぐ大量に作って届けられたみたいな。そういうことですね。最初はやっぱり苦労もあったみたいですけど、1994年には株式上場を果たして、そこから国内ですごく急速に成長しましたよね。海外への挑戦も早かった印象があります。そうですね。最初のロンドン進出なんかは結構苦戦したみたいですけど、でもその失敗をちゃんと分析して次に生かした。で、2001年の中国進出が起爆剤になって、一気にグローバルブランドへの道を駆け上がっていった感じですね。ユニクロの強さってそういう仕組みだけじゃなくて、なんか考え方みたいなところにもありそうですよね。いくつかポイントがあると思うんですけど、まず、データに基づいて判断するってことですね。感覚だけに頼らないで、ちゃんと数字で考える。あとはスピード感。良いアイデアはすぐにやるっていう。そうです、そうです。あと、社員一人一人の考える力っていうのもすごく大事にしてるみたいで。アルバイトの人でも意見が言えるみたいな話も聞きますね。すごくオープンな雰囲気があるそうです。だからヒートテックとかエアリズムみたいな、ああいう革新的な商品も現場の声とか、あるいは世界各地の気候とかニーズに合わせて開発するところから生まれてくる。なるほど。服は生活の道具だみたいな考え方もユニクロっぽいですよね。そうですね。単なるファッションじゃないっていう。いやー、今日のお話、いろいろなキーワードが出てきましたね。これもしかしたらリスナーの皆さんの日本語学習にも役立つ言葉、いくつかあったんじゃないかなと思うんですけど。いいですね。ちょっと振り返ってみましょうか。はい。まず、創業者。創業者。これは会社とか事業を最初に始めた人のことですね。柳井さんはユニクロの創業者。うん。次は、経営哲学。経営哲学。これは、会社をどう経営していくかっていう基本的な考え方とか信念のこと。柳井さんの一勝九敗もこれに当たりますね。なるほど。で、その一勝九敗。一勝九敗。これはもう言葉の通り、1回勝つために9回失敗するみたいな。失敗を恐れないで挑戦するっていう。そういう意味ですね。大切さを示してます。あと、現状に満足する。現状に満足する。っていうのもありましたね。今のままで十分だ。これ以上はいいやって思うこと。
柳井さんはこれをすごく殺めてる。そうですね。常に上を目指すと。最後に、すぐにやる。これはもうそのままですね。考えたらすぐ行動っていう。ユニクロのスピード経営を表してる言葉かなと。これらの言葉、なんか、意味を知ると面白いですね。皆さんにもぜひ会話とかで使ってみてほしいですね。ぜひ。こうして全体を見てくると、やっぱりユニクロの成功っていうのは、柳井さんの挑戦し続けるとか、失敗から学ぶ、そしてすぐに行動するっていう、その強い哲学と、それを支える SPA みたいな仕組み、この両輪があったからなんだなってすごく感じますね。そうですね。柳井さんの言葉で、運命を変えるのは他人じゃない、自分自身だっていうのがあるんですけど、これはまあ私たち自身の生き方とか、何か新しいことに挑戦するときにもすごくヒントになるんじゃないかなって。確かに、失敗してもそこから学んで、また次へ進むっていう姿勢は、本当に見習いたいというか、皆さんの何かのきっかけになったら嬉しいですよね。本当にそう思います。はい。さて、もし今日のこの話が面白いなとか役に立ったなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、それから高評価、そして通知設定もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の配信でお会いしましょはい、また次回お会いしましょう。う。さようなら。さようなら。Welcome to Japanese.